皆様、こんにちは。随分の間コロナワクチン治験のアップデートを行っていませんでしたけれども、今回は以前報告させていただきました2回目の接種以降のことについてお話をさせていただきたいと思います。私は2021年の1月に中国医学学院生物医学研究所っていう長い名前のこの研究所が開発した不活化ワクチンの治験に参加しまして、2月の段階で2回の接種を受けています。治験というのは参加者をわからないように本物のワクチンを打つグループ、これインターベンションのグループって言いますけれども、それと偽物のワクチンを打つグループ、プラセボグループって言いますけれども、その2つに分けて行うもので、私が2月に2回接種したものが本物なのかな、偽物なのかなっていうのは未だに分かっていません。2回の接種が行われた後もずっとフォローアップが行われていったんですよ。それで最低2週間に一度は治験チームに健康状態のアップデートを行っていました。そうしているうちに9月に入って保健省の治験チームからちょっと特殊な連絡がありまして、今まで行ってきたワクチンの治験の中間報告がまとめられたそうなんですね。その結果によると、この今治験を行っているワクチンというのは非常に良好な結果ができたということなんですよ。実際に調べてみますと、どうもこのワクチンと思われるものが中国国内で承認されています。良い結果が出たっていうことで、そのために治験のスケジュールを変更するっていう連絡だったんですね。どのような変更かって言いますと、結局はブースターの治験なんですけれども、3回目と4回目の接種を次のような形で行うっていうことなんですね。もし2月にプラセボグループに割り当てられた人には、3回目と4回目で本物のワクチンが打たれますと。それから、もし2月にインターベンショングループだった人には、つまり本物のワクチンを打ったグループですね。その人たちには、3回目にブースターが打たれて、4回目がプラセボが打たれるっていう、こういう変更だったんです。それで3回目と4回目が完了すると、全員が最低でも2回の本物のワクチンの接種を受けたことになるわけです。治験というのはプラセボっていうものがありますんで、プラセボを打たれてがゆえに死んでしまう人も残念ながらいるわけですよ。これは避けなければいけませんので、このように中間報告で有効性が認められたときにスケジュールを変更するっていうのは人道的な点から言って正しいことなんじゃないかなと私は思います。不活化ワクチンの副反応についてなんですけれども、不活化ワクチンを打ったことがある方はわかると思いますが、副反応っていうのは非常に少なくて、あえて言うとですね、すごく疲れて眠くなるっていうような感じですかね。もちろん打たれたところが痛いっていうのはそれは針で刺すわけですから痛いわけで、例えばゲロ吐いちゃうとかですね、下痢が続くとか、その場ですっ倒れちゃうとかっていうのはほとんどいないわけです。最近日本で話題になってますノババックスっていう組み換えタンパクワクチンがありますけれども、このワクチンも不活化ワクチンと似ていてですね、副反応が非常に少ないと言われています。不活化ワクチンもノババックスのワクチンもファイザーとかモデルナ、アストラゼネカのように人体の中で抗原を作らせるんじゃなくて、すでに工場で作った抗原を体内に注射するタイプのものになるわけです。治験で調べる感染に対しての有効率っていうのは、ちょっとアストラゼネカは除くんですけれども、有症状のコロナ感染についてその有効率を計算するわけです。その計算するのにも、決められた期間内で感染したかしないかっていうのを調べるわけですよね。だから、その期間を過ぎてコロナにかかったような場合っていうのは、有効率の計算に含まれないということになるわけです。だから、治験で得られた有効率っていうのは、そういう制限の下で出された数字となるわけです。ブースターっていうのはどういうものかっていうことを説明したいんですけれども、これはね、避難訓練みたいなものだと思っていただければいいと思います。ワクチンを最初に2回接種した後っていうのは、体にコロナウイルスへの防御システムっていうのが作られるわけです。その防御システムと同時に、抗体と呼ばれる、いわば飛び道具なようなものと、抗体を作るための、その抗体を飛び道具を作るための細胞がたくさん作られて、コロナの侵入に対して防御体制が強化されるわけです。でも、長い間コロナウイルスの侵入がないと、抗体とその抗体を作る細胞がだんだんなくなってきてしまうわけです。少なくなったからといっても、防御システムそのものというのは残ってるわけですよ。それでシステムというのがスタンバイ状態になるわけです。しかしコロナウイルスがまたやってきて、スタンバイ状態だったところから戦闘開始状態になるまでに数日の時間がかかってしまうそうなんですね。
もしデルタ株のようなすごいものがやってくると、戦闘状態になるまでに病気になってしまうわけです。そのために、ある程度戦闘状態をキープしておく必要があるわけですね。キープするためには、コロナウイルスをたまに体の中にわざと侵入させてやればいいわけですけれども、生きたウイルスを入れるっていうのは本末転倒な話で非常に怖い気がしますよね。だから、死んだウイルスを注射で打ち込むわけです。死んだウイルスじゃなくても、そのかけらでも構わないんですね。このようなことで、不活化ワクチンをある程度の間隔で打ってあげることによって、コロナに対する防御システムをいつも戦闘状態にしておくことができるわけです。だから、このような避難訓練のようなワクチン接種をブースターと呼ぶわけです。ブースターといっても、そのブースター用のワクチンっていうのが特別に作られているわけじゃなくて、大抵の場合には、1回目、2回目、3回目、全部同じもの、そして同じ量を使います。もちろんブースターで最新の変異型に対応させるっていうようなこともあると思うんですけれども、今回の治験では、1回目、2回目、そして3回目のものを全部同じものにして行うっていうことになってます。さて実際に4回ワクチンを打った感じなんですけれども、4回って言ってもね、2回か3回本物なわけですね。私の場合1回目と3回目っていうのは注射した後、注射は午前中に行ったんですけども、午後あたりから少し疲れが出てきて眠くなったっていうのを覚えてます。2回目に関しては結構疲れまして、朝接種して、それで夕方4時には熟睡してました。4回目なんですけれども、4回目は何も副反応らしきものはありませんでした。先ほども言いましたけれども、自分は2月にインターベンショングループだったのか、プラセボグループだったのかまだ分かってないわけですね。なので、はっきりしたことは言えませんけれども、もし2月にインターベンションのグループだったとすると、4回目の接種っていうのは偽物を打たれるわけです。だから4回目に疲れなどの副反応が出てこなかったっていうことを考えると、なんとなく3回目に打ったワクチンっていうのはブースターだったんじゃないかなと思ったりしてます。4回の接種全体を通してなんですけれども、確実に本物のワクチンを打たれたのは3回目なわけです。しかし3回目の副反応っていうのは非常に軽いもので、ファイザーを打った人の話なんかよく聞くことがあるんですけども、腕が1日中痛かったとか、熱が2日ぐらい出たっていうような、そういったことっていうのはなかったんですよね。私の参加した治験っていうのは、マレーシア全体で行われているものなんですけれども、私の所属するのは、クアラルンプール近郊のアンパン病院っていうところです。今映ってるのがアンパン病院の側面にあたるところで、その路上に車を止めて、こうして歩いてね、正面入り口に向かうわけです。アンパン病院っていうのはコロナ患者も収容している関係で、第3回目と第4回目の接種の時にはコロナのために移ってきた通常の患者さん、それが治験を行う病棟に溢れてたんです。本当はそれ動画にしたかったんですけど、治験病棟っていうのはもう厳重に撮影禁止になってますから、それできないんで申し訳ないんですけども、4回目の接種の後、2週間して状況のアップデートにまたアンパン病院に行くわけですけれども、その時ちょっと驚いたのが、見事に空になっていたんですね。それだけマレーシアがコロナから回復したっていうことなんだと思います。非常にいいことだと思います。コロナで亡くなられたかどうかっていうものを調べる検視所っていうのがアンパン病院にあるんですけれども、そこには一時期検視を待つご遺体が溢れていたっていうことなんですよ。当時はご遺体を安置するための冷凍コンテナが何体か置かれていたということです。このコンテナなんですけれども、実はまだ置かれてるんですけど、1台しか置かれていませんでした。それで治験に参加した私はワクチンパスポートを持っているのかっていう話なんですけれども、この動画を撮影している最中にワクチン接種終了のデジタル証明書が発行されてきました。4回の接種が終了すると最低でも2ドースのワクチンが打たれてますんで、4回目から2週間経つとデジタル証明書が発行されるっていうわけです。ただし今ご覧になっているように、ワクチンの名前と製造ロット番号のところは空になっています。何か偽物の証明書みたいな感じですよね。さて最後になりますけれども、不活化ワクチンはメッセンジャー RNA ワクチンと比べてどうなんだろうかっていうことを個人的な意見として述べさせていただきます。マレーシアをはじめとする東南アジアっていうのは、ほとんどの国が不活化ワクチンを結構使ってるわけですよ。今までに不活化ワクチンについては中国製だっていうことで様々な悪い噂が流れてきて、皆さん非常にバイアスで見ていました。
しかし、コロナ対策で一番大切なのは、ソーシャルディスタンスとマスク手洗いで、それを怠った国っていうのは、どんなにメッセンジャー RNA ワクチンとか、アデノウイルスベクターワクチンをたくさん打っても、感染は止まらなかったですよね。そこにブースターだのなんだのといろいろと理由はつけてるんですけれども、なんか違うような気がします。確かにワクチンっていうのは死亡者数を減らすんですけれども、感染者数は多くてもいいっていうわけじゃなくて、感染者が多いとウイルスが変異を起こしやすくなるわけですよ。その変異を起こしたことによってまた感染の新しい波が来ちゃうわけですよね。だから私個人の意見としては SOP をしっかりと守っている限りは不活化ワクチンはメッセンジャー RNA とかアデノウイルスベクターワクチンね、これアストラゼネカのことですけれども、それと同じか、それとも副反応とかそういったものを考えると、そういったメッセンジャー RNA ワクチンよりももっといいものなんじゃないかなと思っています。今回はこれで以上となります。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。